こんにちは。休日の朝ヨガエクササイズの紹介です。下半身は主に膝から下、上半身は肩、首、上背にフォーカスするプログラムとなっています。こちらのチャンネルは股関節に不調がある人向けのチャンネルなんですが、股関節がフレキシブルな動きをするためには股関節以外の柔軟性や強度も必要なんですね。ですから普段は股関節周辺のエクササイズが中心になっている人も、週末や休日は股関節以外のエクササイズをしてみませんか？まず目覚めてすぐは肩回しです。寝転んだままで構わないので、右肩を外回しに15秒。腰やお尻が動かないように軽く肩甲骨全体をほぐすように肩を回しましょう。次は右の肩を反対側内回しに15秒。朝一番のこわばった肩を緩めるためのエクササイズなので、そんなにガンガンやらなくてもゆるーくで大丈夫です。次は体の向きを変えて左肩の外回しを15秒。利き手が右手か左手かによって肩が回しにくいのが左右どちらかなということも観察してみましょう。では次は左肩を内側に回して15秒です。肩を外に回すのと内側に回すのとどちらがやりにくいですか？肩こりの人や巻き肩の人は外側に回しにくいんじゃないかなと思います。次は起き上がって足の指と土踏まずと足首をストレッチします。つま先とかかとを揃えてつま先を立てて座ります。かかとは座骨の間に置いてこの姿勢で15秒。足に歪みがあるとふくらはぎや足先などがかなり痛いと思うので、しんどければ10秒で終わっても大丈夫です。次は足の親指とかかとを揃えて正座します。かかとは座骨の間に置いたままで15秒。これも慣れないうちは足がちょっと痛くなるので、痛いようでしたら5秒か10秒で大丈夫です。次は四つん這いになって上背、胸、下腹部をほぐすキャット&カウのポーズを30秒。息を吸って上背を起こし、吐きながら上背を丸めます。腰を痛めないようにお腹の肉は下に落ちないように背骨にピタッとくっつけておきましょう。普段丸くなりがちな上背を伸ばしてカチコチになっている胸も柔らかくしましょう。次はうつ伏せに寝て背中で指を組んだまま腕を上下に30秒。この時腕を高く上げるっていうのは意識しません。首が短く詰まってしまわないように肩と首の空間を十分に空けたまま腕を上下させます。手首を合わせられなければ手のひらは開いた状態で大丈夫です。次はスフィンクスからコブラに移ります。まずはスフィンクスを30秒。下腹部からみぞおちまでが気持ちよく伸びる位置に肘を置きます。肩は横と縦に開いて首を長く保っておきます。普段猫背の人はこれだけの後屈でも前のめりになって呼吸が
荒くなりがちなので、ゆっくりと呼吸しましょう。次はスフィンクスからコブラのポーズ30秒。腰痛や肩こりなどでお腹や胸、腰や上背が硬い人は、最初は腕を少し体の前の方に置いてから肘を伸ばしましょう。このポーズの土台は下半身なので、足首の正面で床を押して下半身を安定させます。30秒経ったら手のひら一つ分も体に近づけて、これでコブラのポーズです。腰が反らないようお腹の肉は背骨に寄せておきます。肩と耳の空間も保ったままです。スフィンクスのポーズと同じです。慣れてきたら足を少し前に出してみましょう。後屈の角度がさらにつきます。スフィンクスのポーズもコブラのポーズも下腹部、みぞおち、胸、そして上背をゆっくりと伸ばします。ここからはハーフプランクから膝を伸ばしたままお尻を上下させる反復運動を30秒。脇の下が縦に気持ちよく伸びる高さまでお尻を上げます。お尻を上下させている時も首がすくまないように肩と耳の間の空間はしっかりと空けておきましょう。この反復運動ではコブラのポーズと同様、肩や腕の力もつきます。ここからは四つん這いから徐々にドルフィンのポーズへと移行していきます。四つん這いから手のひら2つ分前に肘先を置いて、お尻を前後させながら30秒。股関節の具合が悪い人や人工股関節の特に後方系アプローチを受けた人は、お尻を引いた時に上半身とももの角度は直角以上になるようにしておきましょう。ももと上半身の角度が鋭角になると股関節に痛みや詰まりを感じることがあるので気をつけましょう。ではここからドルフィンに移行して30秒です。気持ちよく上背や脇の下が伸びる程度の位置にお尻を上げて、足は足踏みしたりかかとを上げ下げしたりして、もも裏や膝裏、ふくらはぎ、アキレス腱、足の裏を気持ちよくほぐしていきましょう。ここからは高めの椅子やベッドに腰掛けて上半身のエクササイズをしていきます。まずは両手の指を組んで裏返しにして頭の上に乗せて左右に1回ずつ15秒ずつひねります。私のように人工股関節後方系アプローチを受けるなどして左右の股関節のバランスが悪い人は足腰がグラグラするので、ペットボトルをももに挟んでみましょう。息を吸って背筋や背骨を伸ばし、吐きながら上半身をひねりましょう。次は腕や肩の筋トレです。ストレッチベルトを使っても大丈夫。両腕を伸ばした状態から肘を曲げて下ろす動きを30秒。肘を曲げるときに肩が上がって首が詰まらないように気をつけましょう。肘を曲げるときに肩甲骨を閉じると肩が横に縦に開きやすいです。左右の腕の力に差があると肘の下がり具合など違いますが、そんなに気にしなくても大丈夫です。この動きは肩凝ったなとかちょっと首が疲れてるなっていう時におすすめです。
最後は腕を絡ませます。右上を伸ばして左上を乗せて絡ませて30秒。肩と耳の間に十分な空間があることが大事なので、左右の手のひらを合わせられなくても大丈夫です。ここから肩と耳の空間を保ったまま肘を数回上に上げたり前に出したりを繰り返します。肩が一緒についてこないように気をつけましょう。では手を入れ替えて30秒。これも左右どちらかの腕の方がやりやすいなとかやりにくいなっていうのはあります。左右同じような感じでしようと思わなくて構わないので、気持ちよく背中や腕が伸びるように腕を上げ下ろししましょう。今日のように肩や胸を縦や横にガンガン開いた日はこのように閉じる動きもしておきましょう。最後はシャバーサナ、死体のポーズ、屍のポーズと言われているのですけれども、体を横たえて手足の力を抜いて体をゆるく脱力させます。ゆっくりと呼吸を続けます。今回のエクササイズは10分弱のエクササイズでしたので、シャバーサナはその4分の1ぐらい、最低 2,3 分は時間をかけていただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、またね。